フルモデルチェンジされて登場した新型レクサス NX、 いろんなモデル載ってますが、今度載ってるのはね NX250バージョン L の 4WD のモデルになります。ラインナップ本当に多いんですけどね、250はいわば日本市場においてはねエントリーモデルになります。その名の通りの 2.5 リッターの NA エンジンを積んでるわけですね。先代ではね2リッターターボがあったんですけども、その2リッターターボがね、スポーツ派のためには350が積んでる 2.4 リッターターボに進化し、そしてねリーズナブルなというところをね、重視する人のためにはこの250という NA のねエンジンを積んだモデルが出てきたというのがあらましになりますね。でそれのバージョン LF、で販売比率、初期受注でいうと、ざっくり 15% ぐらいかなというところのようです。 NX350、NX450H プラス、そしてこの NX250 がだいたい 15% 前後で刻んでて、メインはね、350H が最初はね、売れているという話なんですが、登場前というか発表された後ね、レクサスの、NX 開発陣の皆さんとね話す機会いっぱいあったんですけども、その中でね結構強調されてたのが、この250は、もちろんエントリーモデルではあるんですけど、乗るとね意外といいよという話だったんですよね。軽快な走りで決して悪くないよという話でした。ちなみにエンジンは 2.5 リッター NA で最高出力201馬力、最大トルク241ニュートンメーターとなってます。立派ですね。で、無塩レギュラーガソリン、レギュラー仕様なんですよね。これはね結構大きいポイントになるのかなというふうに思いますね。でこう乗っているわけですけど、言ってみればね NX の素の部分がね一番あからさまになる車と言っていいのかもしれないですね。これねF スポーツじゃないので、可変ダンピングとかもないし、本当にすっぴんに一番近いのかなと思うんですけど、乗ってて思うのはね、やっぱり確かに言ってた通りだなということです。走りがいい、いろいろ要因はあります。他のねグレードでも言いましたけど、やっぱボディがねしっかりしていますよね。そして足がすごくしなやかに動いていると。でねそういう車最近多いんですけどね、ボディがしっかりして足がしなやかに動くというだけだと。でもねこれ SUV だって考えるとね、本当目線高いのに動きにねぐらりとくるようなところとか、妙な遅れ感とかなくて、本当にね一体感がいい感じで出ているなというふうに思いますね。乗っててね本当リラックスしただけど操る楽しさみたいなものが素で備わってるなというふうに思いますね。で、その NX250、いいと思うポイント、もう一つはやっぱね軽いということですよね。この車はね 4WD モデルなんで、車重1710となってます。当然 FF だとね1600キロ台になるんですけどもね、それでもね、例えば NX450H プラス、こちらはね、2010かなとある、そのぐらいあるんで、実にね300キロの差があるんですよね。となるとね車の挙動にそれが現れるのは当然で、非常にね当たり前だけど軽やかですね。450H の特にバージョン L とかだとちょっとねグラッと、するような感じがそれだけ乗ってるとあんまないんだけど、あるとして、この車はそういう感じをさせないというんですかね。本当にね身のこなしが軽いなという感じがします。だからねこうやってコーナーなんかも入ってってもね、不自然に押さえつけたようなロールじゃなくて、軽いロールを伴いながらスーッとね入っていく感じ、これいいですね。とてもね気持ちいい車に仕上がってるなというふうに思います。エントリーというところで我慢して買うものという感じではなくてね、結構これでいいじゃんと、十分プレミアム SUV じゃんという感じですね。エンジン音はねそれなりにするっちゃしますよね。ゴロゴロとはしてないけど音は聞こえます。でもね、全体にやっぱりこの車は本当に、NVH ね、騒音振動波周、この辺の処理がいいというかね、上質な仕立てになってるんで、悪くないっていうかいいですよ。気持ちよく走りますね。本当 NX も見どころいっぱいですよね。デザインにしてもそうです。
ね、前の NX のイメージ引き継ぎながら本当前進感が出たデザイン、なんかねパッと見そこまですごい新しくないのかなと思いきや、実物を見るとね、このラインがねすごい複雑で、だけど複雑すぎないっていうかね、余計なラインが入ってる感じはしなくて、すごくね、洗練されたデザインじゃないかと思わせるんですよ。でインテリア乗ってもね、このね大画面が目立つんですけど、それだけじゃなくて、この手綱コンセプトに基づく、運転に関わる操作系をねこのようにまとめたというようなところなんですけど、そういうのがね非常によくできてるというか、奇をてらったところのない、すごくね自然に操作できるものになってますね。唯一ね、この大画面の14インチのねこの画面の向こうは完全に新しいインフォテインメントなんで、地図表示とかすごい綺麗なんですけど、まだね操作系にちょっとこなれてない部分があるかなというところはあります。ただねこの辺はもう本当にねバージョン 2.0 みたいなね、今までの本当にバージョン 1.1、1.2、1.3 ってずっと使い続けてたものからようやくね完全に新しくなった感じなんで、今後ね良くなっていくと思います。全然レクサスの方と話をしててもそういう感じでしたので、いいね土台がありますから、多分今後ねすごく進化していくんじゃないかなと。 OTA があるんでね、その進化をねこの初期型を買った人もちゃんと味わえるというのがポイントですよね。とにかく感じるのはねこの素の走りの進化ですね。GAK プラットフォーム使ってますけども、ラブ4ハリアーとは全然違ってね、当初からこの車に必要な要件を盛り込んでた、そういうプラットフォームを使って、丹念にね味付けというかされている。特にね静粛性とかの面でもそうなんですけど、それレクサスのね、本来の持ち味のところもそうですけど、そこにね操る楽しさみたいなものが両立されてる。前の NX もねそこをすごい狙った車で、プラットフォームにしてはねもう上出来だったと思ってるんですよね。だけどやっぱり正直プラットフォームのこの実力がこれだけ上がるとね、同じようなね言ってみればね世界観を目指していてもここまで良くなるのかっていうのをね実感します。だからこれ本当にね、例えば、NA のモデルですけど、前のモデルのね2リッターターボから乗り換えたとしても、もちろんパワー的にはちょっとね物足りないと思ったりするかもしれませんけど、シャシーとか、このハンドリング、乗り心地、静粛性、そういうところだったり、もちろんこの作りのね、一段アップデートされた感じとかでね十分満足させるものがあるんじゃないかなという気がしますね。レクサスね新しいこうショーの扉を開くと、言ってますけど、なんかねすごい飛び道具でそれが開かれるんじゃなくて、この基本性能目指す境地が、そこにあるっていうのがね、なんかそういうね素のところでしっかりとしたいい車作っていくぞっていう感じが漂ってくるこの乗り味、それがねなんか印象的ですね。